ねえ古墳さん、最近歴史のニュースで弥生人の話をよく聞かない？教科書の記述が変わるかもって小耳に挟んだんだけど。お、弥生さんも気がついたか。実は今、古代ゲノム解析が熱いんだ。2025年から2026年にかけて衝撃的な論文が次々と出てるんだぜ。ゲノム解析って DNA のことよね？骨からそんなに色々わかるの？ああ。骨に残る核ゲノムを解読すれば、その人のルーツが明らかになるんだ。特に今回は縄文人の多様性、と渡来人の輸入、がテーマだ。沖縄県の宮古島の長場解析から九州、本州まで全部繋がってるんだぜ。宮古島って沖縄の？そんな遠くも関係あるの？大ありだぜ。今日はそのあたりをじっくり、ゆっくり解説、していくぜ。よろしく頼むわ。歴史のミステリー、楽しみね。まず基本からだ。弥生さんは縄文人ってどんな人だと思う？縄文土器を作ってて狩猟採集をしてた顔の濃い人たち？正解だ。でも彼らは日本全国で同じ遺伝子だったと思うか？狭い日本だしみんな親戚みたいなもんじゃないの？それが違うんだな。実は地域差がかなりあったんだ。北海道の縄文人と、西日本の縄文人は遺伝的に結構違うグループなんだぜ。へえ、東と西で分かれてたのね。方言みたいに DNA も違うの？そう。特に重要なのが西日本縄文人の存在だ。彼らは九州や中国、四国地方に住んでいて、後の弥生人との根結に深く関わるんだ。なるほど、西側の縄文人が今日のキーパーソンってわけね。ここで舞台を一気に南へ移すぜ。沖縄県の宮古島だ。ここにある長場解析からとんでもない発見があったんだ。長場か。名前からしてミステリアスね。ここから約4000年前と2800年前の人骨が見つかって解析されたんだ。弥生さん、宮古島って地理的にどこに近いと思う？地図で見ると、台湾がすぐ隣にあるわね。だろ？だから従来は台湾から人が来た、と思われてたんだ。普通に考えればそうよね。南から北へ渡ってきたんでしょ？ところがどっこい、DNA 解析の結果は、ノー、だったんだ。台湾じゃないの？じゃあどこから来たのよ？北だ。九州や四国の縄文人が海を渡ってきたんだよ。嘘でしょ？あんな遠い海を縄文人が？彼らはすごい航海技術を持ってたんだ。しかも遺伝的に純粋に近い。長場家の人たちは、西日本縄文人の特徴を色濃く残していたんだぜ。つまり、宮古島の戦死時代人は私たちの知る縄文人だったのね。そう。しかも約2800年前の段階でも渡来系の地は入ってなかったんだ。2800年前って、もうすぐ弥生時代が始まる頃か、もう始まっていた頃じゃない？いいところに気づいたな。でも宮古島は孤立していたんだ。だから、根血前の縄文人の生きた化石みたいな状態だったんだぜ。なるほど。タイムカプセルみたいね。それが今の研究に役立ってるの？その通り。根血してない縄文の基準データとして超重要なんだ。さて、話を本土に戻そう。舞台は長崎県、西北九州だ。ここに、ネシコ、遺跡、と、小村、遺跡、がある。九州の西側ね。ここで何が起きたの？ここは、渡来人、と、縄文人、が最初に出会った最前線なんだ。最新の研究で、ここの人骨の DNA を詳しく調べたんだが、もったいぶらないでよ。なんと、モザイク状、だったんだ。同じ遺跡なのにルーツが違うんだよ。どういうこと？みんな根血したんじゃないの？例えばネシコ遺跡の13号と16号。彼らはほぼ 100% 縄文人だった。しかも、さっきの宮古島の長場家の人たちとそっくりなんだ。宮古島と長崎の人が親戚同士ってこと？そう。西日本縄文人、という大きなグループで繋がってた証拠だ。すごいスケールね。でも、根血してる人もいたんでしょ？ああ。同じ場所の小村さんやネシコ11号さんは根血してたんだ。彼らには大陸由来のゲノムがしっかり入っていたんだぜ。つまり、縄文っぽい人と根血した人が一緒に住んでたの？そういうこと。一気に全員が入れ替わったわけじゃないんだ。縄文の伝統を守る人と、新しい血を受け入れた人が混在してた。グラデーションがあったのね。なんだか現代社会みたいだわ。じゃあ、その根血の相手、渡来人はどこから来たと思う？弥生時代だから。中国とか朝鮮半島？稲作を持ってきた人たちよね。正解。ゲノム解析でそのルートもかなり絞り込まれたぜ。最新の論文では、中国の山東省や遼寧省の個人骨と比較してる。山東省って、チンタオビールがあるところ？結構北の方よね。そう。そこの新石器時代の人たちが朝鮮半島を経由して日本に来たんだ。
特に下本山岩影遺跡や小村遺跡の弥生人はその影響が強いんだ。ちゃんとルートが見えるのね。でも、言葉はどうなの？鋭いな弥生さん。そこで農耕言語拡散仮説だ。日本語や韓国語の祖先は、遼河文明の農耕民と一緒に拡散した説だ。農耕と言葉と遺伝子がセットで移動してきたってこと？まさにその通りだ。雑穀農耕から始まって、稲作を取り入れ朝鮮半島から九州へ入ってきたんだよ。ここで重要なのが時期だ。弥生さん、弥生時代はいつからだと思う？紀元前3世紀くらい？昔そう習った気がするけど、それがどんどん遡ってるんだ。今回の解析でもそれが裏付けられた。少なくとも約2500年前から2600年前には日本列島ですでに縄文系と渡来系の根血が始まっていたらしい。結構早いのね。じゃあ、縄文晩期末にはもう来てたの？そうかもしれない。土器が変わるより先に人が来てたかもな。山口県の土井ヶ浜遺跡なんかも渡来人の影響が強い地域として有名だ。まず北部九州や山口に入ってそこから広がっていったのね。そう。でも面白いのはさっきの長場解析みたいな場所だ。九州で根血が進んでいる間も、南の島では縄文の地が守られていた。日本列島の中で、すごいタイムラグがあったってことね。さあ、ここまでをまとめるぜ。今回のポイントは3つだ。1つ目、宮古島の長場解析人は台湾系じゃなく、西日本縄文人の子孫。これは意外だったわね。縄文人の公開力、侮れないわ。2つ目、西北九州の弥生人は根血してる人と純粋な人が混在してた。一気に置き換わったんじゃなくて徐々に混ざっていったのね。3つ目、渡来人のルーツは朝鮮半島経由の東アジア集団と北東アジア集団だ。言葉や文化も一緒に持ってきた私たちのもう一人の祖先ね。古代ゲノム解析はまだ始まったばかりだ。これからもっと細かいことがわかるぜ。自分の DNA にも縄文と渡来の物語があると思うと、なんだかロマンを感じるわね。だろ？自分のルーツを知る旅はまだまだ終わらないんだぜ。縄文人も植物を利用してたけど、大規模な農耕となるとやっぱり渡来系だ。彼らが持ち込んだのは稲だけじゃない。雑穀や、新しい道具、そして遺伝子、だ。遺伝子だけじゃなくて骨の形からも生活が見えるぜ。形？顔つきのこと？そう。縄文人は彫りが深くて歯並びが小さい顎に収まってる。一方、渡来系弥生人は面長で平坦、背が高い傾向がある。いわゆる縄文顔と弥生顔ね。現代人も混ざってるわよね。西北九州の面白さはその顔と遺伝子が一致したことだ。長崎の弥生人は低眼、低身長で縄文人っぽかったんだよ。見た目が縄文人なら遺伝子も縄文人で当たり前じゃない？いや、これまでは疑われてたんだ。渡来人が環境に適応しただけかもって。ああ、育ち方で体型が変わった可能性もあったのね。でも今回のゲノム解析でやっぱり遺伝的に縄文人だった、と確定した。これで長年の論争に決着がついた形だな。でも不思議ね。なんで長崎の一部だけ根血しなかったの？すぐ近くまで渡来人が来てたんでしょ？地形の影響が大きいかもな。ネシコ遺跡は平戸島にある。島や半島のような場所は新しい人の流入が遅れがちだ。宮古島も島だものね。海が壁になってたのかな。逆に言えば、海を道として使っていた縄文人にとっては本拠地だ。稲作に適さない土地だったから渡来人が興味を示さなかった説もある。なるほど、住み分けしてたのかも。米を作りたい人は平野へどうぞ。って、そうやって数百年の間、共存していた時期があったんだな。そして長い時間をかけて徐々に混ざり合っていった。古墳時代になると渡来系の割合がさらに増えるんだ。やっぱり人口の差には勝てなかったのかな。農耕社会は子供が増えるからな。数で圧倒していったんだろう。現代の本州の日本人はだいたい縄文成分が10%から20%くらいだ。残りの8割以上は渡来系ってことね。でも沖縄やアイヌの人々は縄文の割合がもっと高い。特にアイヌの人々は縄文成分が約7割だ。日本列島の北と南に縄文の面影が強く残ってるのね。この渡来人の日本列島への移動を二重構造モデルって言うんだが、最近は三重構造の説も話題になった。もう一つ混ざったの？しかし、その三重構造モデルでは古墳時代にまた別の渡来の波があったと言われたが、弥生時代の各ゲノムのサンプル数が少なく、証拠が不十分だったと考えられている。まあ、弥生時代以降の集団は基本的に縄文プラス大陸の配合比率の違いで説明できるぜ。ゲノム解析ってこれからもっと進化するの？もちろんだ。今はまだ点と点が繋がった段階だ。もっと多くの遺跡のデータを調べれば村単位の歴史がわかるかもな。この村の A さんと隣村の B さんは実は兄弟だった。とか？
ありえるぜ。個人の人生まで復元できる時代が来るかも。あとは病気の歴史なんかもゲノムからわかるんだ。昔の人がどんな病気にかかったか？それは医学にも役立ちそうね。縄文人が持っていたウイルスへの耐性遺伝子とかね。私たちの体の中に数千年前の記憶が眠ってるのね。結局、私たちは旅人たちの子孫なんだよ。アフリカを出て、ユーラシアを渡り、海を越えて日本列島へ。そして今、ここでお茶を飲んでるわけね。長バカの人たちも、ネシコ人もみんなそのリレーの奏者だ。彼らが生きて繋いでくれたから今の私たちがいる。そう考えるとご先祖様に感謝しなきゃね。ああ。今回の論文はそのバトンパスの瞬間を見せてくれたんだ。さて、かなり長くなったがお腹いっぱいになったか？もう満腹よ。でも消化不良にはなってないわ。ここからは少しマニアックな補足解説を入れておくぜ。まだ話足りないの？好きねー。F4 統計量ってのが論文に出てくる。これが根血を知る鍵なんだ。簡単に言うと、4つの集団を比べてどっちに似てるかを数値化するんだ。例えば、私と古墳さんと旧石器さんと縄文さんで比べたり？そう。長バカの人を基準にしてネシコの人がどれくらい似てるか計算する。その結果、ネシコ13号は統計的に長バカと区別がつかない、んだ。つまり数学的にもほぼ同じ、って証明されたわけね。逆に小村の人は、大陸の集団の方に数値が引っ張られるんだよ。DNA は嘘をつかないってことね。科学の力ってすごいわ。もう一つ、ボトルネック効果についても触れておこう。瓶の首？狭くなってるってこと？集団の人数が激減することだ。縄文人は一度すごく数が減ってる。特に長バカのような離島では少人数で暮らしていたから、遺伝子のバリエーションが極端に少なくなっているんだ。近親婚とかもあったかもしれないってこと？ああ、ROH、ホモ接合の連なり、ってのが長く見つかってる。これは、閉ざされた環境で命を繋いできた証拠なんだ。厳しい環境で生き抜くのは大変だったんでしょうね。そうだな。だからこそ、彼らの骨から得られる情報は貴重なんだ。というわけで、今回はがっつり論文解説をしてきたぜ。難しかったけど、面白かったわ。縄文人が身近に感じられたかも。みんなも、自分のルーツについて想像してみると楽しいかもな。次回はどんな歴史の話が聞けるのかしら？それは新しい論文が出てからのお楽しみだぜ。またねー。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。